2025年12月6日、エンターテイメント界に衝撃のニュースが飛び込んできた。スタートエンターテインメントはこの日、所属タレントによる年末恒例の年またぎライブイベント、かつて旧ジャニーズ事務所時代に多くのファンが待ち望んだカウントダウンコンサートを2025年大晦日に東京ドームで復活させると発表した。タイトルはカウントダウンコンサート2025-2026スタートトゥームーブ。2022年の末以来、実に3年ぶりの復活となる。1996年に始まり、2022年まで毎年大晦日から元日にかけて、まさに年越しの風物詩として、ファンのみならず多くの人々にとって年越しイコールカウコンのイメージがあった伝説的イベントが再びよみがえるのだ。今回の出演ラインナップも超豪華。出演はニュース、平成ジャンプ、キスマイフットツー、タイムレス、中島健人、ABCG、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、トラビスジャパン、A グループ。一方で堂本や嵐、20th Century、スーパー8などの名は今回リストに見当たらなかったが、それでもこの豪華アーティストの顔ぶれは年末の東京ドームを熱狂の渦に巻き込むに十分だ。このスケールと豪華出演者、それだけでもただの年越しライブなどでは終わらない。再びカウコン伝説の復活か、ファン、そして業界関係者の胸は高鳴っている。ネットでは早速さまざまな反応が飛び交っている。カウコン復活、夢かと思った。東京ドームで年越しし、ファンには涙もの。2025、2026年の締めくくり、絶対忘れられない夜に、などなど、中にはもう今後こんな夢のような年越しはないと思ってたという声も散見され、本当にやるなら絶対見逃せないと盛り上がる一方で、リストに嵐の名前ないけどそれでも時代を感じたいという複雑な思いを吐露するファンもいた。カウコンは今では日本の年末年越しの風物詩として語られる一大ライブイベントだ。だがその起源と歩みをたどれば、ただのライブの枠を超えたチャリティーと文化的な年末習慣だった。この物語は1996年大晦日に行われた V6 による V6 カウントダウンにまで遡る。このライブは当時のジョニー・アソーシエイツ所属アーティストによる阪神・淡路大震災の復興支援チャリティーとして企画されたものだった。その翌年からは関西出身メンバーを含む J フレンズによるジャニーズカウントダウンコンサートがスタート。チャリティーのための募金活動やグッズ販売を伴う年越しライブとして定着。1998年以降、公演会場は東京ドームに移され、これがカウコンイコール東京ドーム年越しライブというイメージの原型となった。さらにこれとともにテレビ放送による全国中継が開始され、多くのファンにリアルタイムで年越しライブを楽しむ機会を提供した。このスタイルのおかげでカウコンは単なるライブを超え、大晦日から元旦への儀式、年越しの楽しみとして幅広い世代に愛される文化になった。カウコンの大きな魅力の一つが複数グループによる共演だ。普段は別々に活動しているアイドルたちが年越しという特別な夜に一堂に会し、ステージセットや演出を共有しながらライブを行う。これによりファンはそれぞれの推しはもちろん、他グループのファンとも同じ年越しを体験できた。さらに年越し直前直後のカウントダウン、深夜、普通なら静まり返るはずの時間帯が歌と歓声とペンライトで包まれ、多くのファンが新年をライブとともに迎えるという特別な思い出を手にしてきた。そうした複数グループ共演テレビ中継年またぎライブという要素が重なり、カウコンは日本における年越しライブの代名詞となっていた。若者の間だけでなく、家族や親戚と過ごす年末年始、年齢や世代を超えて年越しといえばカウコンという人も少なくなかった。実際かつて年越しは紅白歌合戦プラスカウコンという過ごし方をする人も多く、カウコンの年をまたぎながら新年を迎えるのが定番だった。そして
2022年まで毎年続いてきたこの伝統は、多くのファン、若い世代から昭和・平成世代、さらには海外のファンにまで、ジャニーズ文化の年越しの象徴として刻まれてきた。今回この再始動にあたって一部ファンの間で、総合演出はかつてからライブ演出を手掛けてきた松本潤ではないかという声も飛び交っている。そもそも松本潤はアイドル嵐のメンバーとして長年活動してきた。その活動歴は華やかで、歌とダンス、俳優活動、多数のドラマ映画出演をこなすだけでなく、ライブ演出家としての顔も持つ。実際嵐のコンサートでは2005年のワンツアーで初めてムービングステージ、客席上を移動する可動式ステージを導入したのは彼だ。さらに後に無線制御ペンライトなど会場全体を巻き込む観客参加型の演出を次々開発。だからこそ今回のような大規模年越しライブ、たとえ出演者が多数であっても観客一人一人に同じライブ体験を届けられる演出設計にこそ松本潤の手腕が生きるのではないかと多くのファンが期待を寄せている。また最近では SnowMan の2025年国立競技場ライブ SnowMan ファーストスタジアムライブスノーワールドで監修を務めたばかり。ムービングステージ、トロッコ、水と炎、花火など大掛かりな演出で大成功を収めた。これらの経験と実績を踏まえれば、今回のカウコン復活での総合演出を任される最有力候補になるのもうなずける。ただし現時点では松本潤が演出するかどうかはまだわからない。ファンの期待とともにその続報に注目が集まる。2021年12月30日、ジャニー&アソーシエイツはジャニーズフェスティバルサンクユー2021ハロー2022を東京ドームで開催。13組の所属グループが集結する、まさに事務所全体の祭典ライブ。その総合演出を松本潤が務めた。パフォーマンス内容は各グループの代表曲に加え、他グループとのコラボや全出演者による合同ナンバーも45曲にも及ぶ大ボリュームで、約2時間半にわたる圧巻のライブとなった。出演者からも、そしてファンからも高い評価が寄せられた。例えばメンバーの一人は、潤くんマジで抜け目のないプロデュースをしてる、あれだけの人数をまとめていたっていうのは本当にすごかったと語っている。この全グループ合同ライブは、普段は別々のグループを追いかけているファンも他グループを知らなかった人も一緒にジャニーズという大きな枠でライブを楽しめる、夢の共演世代もグループも超えた一体感文化の祭典として強く記憶に残った。これが合同ライブフェス形式で数十人単位のアーティストが一堂に会した時、演出がどれだけ化けるかを示す恒例だ。さらに2024年4月、スタートエンターテイメントによる最初の合同ライブとして We Are Let's Get the Party Start が東京ドームで開催された。その際、演出は松本潤と大倉忠義の両名が担当。出演は当初13組72人、後に大阪京セラドームでの追加公演を含め最終的に14組75人が参加。世代もグループも混在する大所帯の集合ライブだった。ステージ構成はただメインステージだけではなく、センターステージやサブステージ、花道、さらにはムービングステージやフロートなど多様な演出を駆使。あるグループはドームのベンチから登場するなど、観客の視線を会場の隅々にまで引きつける配置だった。さらに普段は交わることのないグループ同士のシャッフルやコラボレーションも多数。例えば SnowMan の人気曲を全出演者で踊るセッション、バンド演奏プラスアイドル歌唱という異ジャンル融合、映像と聖歌ダンスを交えた演出など、合同ライブならではの仕掛けがふんだんに盛り込まれた。このライブはスタートの新たな船出を象徴するものとして、これまでの枠にとらわれないグループの壁を越えるファンとアーティスト、世代を超えて共有できるエンタメの形を提示した。だからこそ演出担当の一人である松本潤には新時代のプロデュース力への期待と注目が集まった。かつて日本の年越しといえば
紅白とカウコン、特に1990から2000年代、年末のカウコンは多くの若者にとって年またぎの特別な儀式であった。しかし近年、そうしたライブ文化は姿を消し、ファンの年越しの思いは叶わぬまま過ぎ去る年も少なくなかった。もう二度と実現しないだろう、そう思っていた人も多い。だが今、スタートのこの発表によって多くのファンがもう一度あの歓声を浴びたい年越しを熱狂で迎えたいと心を震わせている。そして国内だけでなく海外のファン、さらに昔の昭和平成ファンおじいちゃんやおばあちゃん世代も含め、あの時代を知る世代が再び一つになれる年越しラインがここによみがえろうとしている。とはいえ現時点では演出家の名前もセットリストもまだベールの向こう側だ。だがその見えなさこそがむしろファンの想像を最大限に刺激している。一体誰と誰が並び立つのか。年越し指令時の瞬間、東京ドームにはどんな光が走り、どんな歓声がこだまするのか。あの巨大な空間がかつてない熱量で年をまたぐ瞬間を迎えるのかと思うと胸がざわつく。2025年を締めくくる特別な夜、そして2026年の幕が開く最初の瞬間。それはスタートエンターテインメントのファンだけでなく、かつてのジャニーズカルチャーを知るすべての世代、国内も海外も関係なく、長い年月の中でこの文化を愛してきた人たちにとって一つの再スタートになるのかもしれない。伝説は過去のものではなく未来へ続くもの。その続きをこのカウントダウンで見られるのなら、今夜もまた胸の奥で静かに高鳴る音を感じながら、早く来い大晦日と願いながら眠れないファンが世界中にいることだろう。